極力小さいマイクが欲しかったと、こちらのマイクミニの方が出てですね、アクション4の方も所有しておりまして、OSMO 360のお話なんですけれども、こちらは結構前から話題には上がっているんですけど、なかなか商品発売されないんですよね。新商品が発売されますよと、話題に上がるのが1インチセンサー。はい、皆様こんにちは。本日は DJI Osmo Action 4を使いまして、モトブログの方を行っていきたいと思います。本日のお話はですね、DJI 製品をちょっとお話ししていこうかなと思いますね。全部で3つありまして、1つ目は現在使っております DJI マイクミニ。もう1つは DJI Osmo 360。そして最後は DJI Osmo Action 6のお話ですね。まずこちらの、マイクの方なんですけれども、マイクミニはですね、使って思いましたけれども、結構聞き取りやすい音声取ってくれるんですよね。そういう点では非常に助かっているんですけれども、音質に関しては、極端に悪くはないんですが、音質を求めるのであれば、こちらのマイクミニではなく、マイク2の方がよろしいかとは思うんですよね。ただ、私の場合はちょっと手軽に聞き取りやすい音声を取りたいということと、あとは、できればですね、ちっちゃいマイクが欲しかったんですよね。というのも、このようにしてですね、モトブログする場合に、こちらのマイクの方は、マイク本体に 3.5mm ピンジャックの方は装備されておりませんので、そうするとですね、ヘルメットに設置しております 3.5mm の有線のピンマイクが使えないんですね。ということは、ヘルメットの中に直接設置しなければならないんですけれども、マイク本体で音声を取る必要がありますからね。ただ、そうすると、マイク大きいと、私の場合はジェットヘル使っておりますので、邪魔なんですよね。なので、極力小さいマイクが欲しかったと。で、こちらのマイクミニの方が出てですね、でアクション4の方も所有しておりまして、試しにちょっとマイク本体だけ購入してみたんですよね。7700円でお安かったので、で、購入してみて、使ってみて、結構いいなと、聞き取りやすいなと思いまして、他のアクションカメラでも使いたいと思ったんですけれども、マイク本体だけだと繋がらないものですから、他のカメラにワイヤレスマイクを使う場合にはですね、レシーバーというものが必要になるんですけれども、そちらだけで DJI 売っておりませんので、マイク1個とレシーバー1個、セットになっているもの13,200円だったかなで購入したんですね。結局マイク2個になっちゃいましたけど、こちらの方のマイクを使いまして、他のカメラで使ってみましたところ、やっぱり聞き取りやすい音声で使えましたので、これはやっぱり買ってよかったなと思える商品だったんですね。他にもですね、ちょこちょことワイヤレスマイクの方を使っているんですけれども、他のマイクではクリッピングが発生してしまったりですとかする中ですね、こちらの商品の方に関しましては、そのクリッピングをコントロールする機能ですとか、ローカット機能ですとか、ノイズリダクション機能といったようなですね、ものがついておりますので、音に関してはですね、非常にいいんですよね。自分が使ってみてですね、良かったと感じましたので、他の方にもお勧めできる商品かなというふうに思いますね。そして、次はですね、
オズモ360のお話なんですけれども、こちらは結構前から話題には上がっているんですけど、なかなか商品発売されないんですよね。DJI がですね、初めて360度カメラを出すので、いろいろと調整しているのかなという気はしますけれども、カメラの機能ですとか性能に関してはですね、そんなに心配していないんですよね。というのもですね、アクション2、3、4、5 Pro というような形でアクションカメラ発売してきてですね、満足度の高いカメラの方を発売してきてくれていますから、そういう形で360度カメラの方も発売されるのではないかなと、不安よりも期待が大きいですよね。ちょっと心配な点が一つだけありまして、カメラの方は心配ないんですけれども、360度の映像を作るときにですね、ソフトウェア必要になりますけれども、そのソフトウェアの出来次第ではですね、360度カメラの魅力が半減してしまう場合もありますので、どんなソフトウェアができるのかなというところがですね、期待半分、心配半分という感じでしょうかね。だいたい360度カメラの場合はですね、前のレンズと後ろのレンズ、画像を組み合わせる場合に、そのつなぎ目というんでしょうかね、そこの部分がどうしても目立ってしまうというか、残ってしまいますから、その辺をどのように処理してくれるのかなというところでしょうかね、気になる点といたしましては。360度カメラといえばですね、インスタ360シリーズがですね、結構いっぱい出してきてましてで、その他に歴史もありますから、ソフトウェアの出来の方はいいと思うんですけれども、そのインスタ360もですね、どうしてもつなぎ目の部分に関しましては、ちょっとやっぱり状況によっては目立ってしまうかなというところが見受けられたりもしますので、そういう点がですね、ちょっとどうなるのかな、オズモ360の場合はというところなんですよね。早く発売してくれて詳細が明らかになってくれたらいいんですけどもね。さて次はですね、オズモアクション6の方になるんですけれども、こちらの方もちょこちょこと、海外の方ではですね、モックだったり、実際に、撮影で使っている風景の写真なんかをネット上にアップされていたりとかしましたけれども、それが本物なのかどうかわかりませんが、フェイクではないと思うんですが、見た感じはそんなにやっぱりアクションカメラですから、形というのは奇抜なものにはならないですから、従来とさほど変わらないとは思うんですけれども、気になるところとしては、機能がどうなっているかですよね。大体、アクションカメラ、GoPro もそうですし、DJI もそうですし、インスタ360もそうなんでしょうけれども、新商品が発売されますよという時はですね、大体、話題に上がるのが1インチセンサーという大きなセンサーの方を使いまして、新商品が出てくるのではないかというふうに言われることが多いんですけれども、1インチセンサーをアクションカメラに搭載するのって結構難しいんですよね。というのはですね、センサー大きくなりますと、レンズの方がしっかりしていないと、手前から奥まできっちりとピントの合った映像というのが撮れないんですよね。そのため、中華アクションカメラなんかの多くはですね、小さいセンサーの方を使うことが多いんですけれども、そうすると、比較的ですね、手前の方から奥の方まで、レンズの設計の方が、本当にかっちりきっちりしなくても、ピントが合っているような映像が撮れるということになるんですけれども、レンズを設計するとなりますと、また結構な金額
かかっちゃいますからね、その分販売する金額に上乗せされるでしょうから、どうなんでしょうね。私としてはですね、5.3K、GoPro と同じぐらいの解像度で記録できるようになって、4K の解像度のまま水平を360度維持してくれるとなってくれたら嬉しいんですけれどもね。こういったものはですね、噂の方が結構先行してネット上で拡散されまくりますけれども、実際にメーカーから発売になって詳細の方を確認しないことにはですね、何とも言えませんからね。DJI の商品はワクワクさせてくれるものが多いので、これからですね、発売されるであろうと思われる商品たち、とても楽しみにしているんですけれども、満足度の高い製品が多いですよね。ですから今後ですね、発売されてくるであろう OSMO360 ですとか、あと OSMO Action 6の方は結構期待できるのではないかなというふうに考えているんですよね。という感じでですね、こちらの DJI の製品の方、ちょろちょろとお話の方をしてきましたけれども、本日はですね、この辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。